皆さん、こんにちは。7L4WVU です。この動画チャンネルは、アマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で、初心者向けの高周波回路の実験、無線の製作やものづくりのアイデアなどについて紹介しています。今回の動画は、山歩きやポタの移動に最適な 144MHz の ZL スペシャルアンテナの製作についてです。ZL スペシャルというアンテナは、主に HF 帯で自作されている高利得のビームアンテナの一種です。日本のエレメント HB9CV アンテナのように、位相給電することにより、2エレメントでも 3L 相当の利得があります。今回は、このアンテナをリュックサックに入るような構造で作ってみました。動画では、シミュレーションの結果を含めて、製作方法などのアイデアについてご紹介します。最初は、アンテナの概要です。このアンテナは、ニュージーランドのアマチュア無線家たちによって開発されました。そして、ニュージーランドのコールサインが ZL で始まるので、この名前が付けられています。特徴は、2本のエレメントを使い、給電の位相差によって指向性を生み出します。同じ2エレメントのヤギアンテナに比べて、より高い利得と指向性が得られるというものです。エレメントを300オームの平行フィーダーで製作することで、アルミパイプなどなしでも作ることができます。アンテナの寸法図です。300オームの平行フィーダーを使用して製作します。輻射器と反射器の間のフェーズラインの真ん中はねじって位相を反転させます。この部分の製作方法としては、ガスコンロなどで温めながらねじるとうまくできます。300オームの平行フィーダーは、昔はホームセンターや電気店で普通に売られていたのですが、最近は見ることができません。私は昔買ったものを使って製作しましたが、調べてみると今でも入手できるようでした。親愛で電気は秋葉原にも実店舗がありますので、今のところ大丈夫そうです。先に紹介した寸法を使って MMANA でシミュレーションした結果です。利得は 11dBi と 3L ヤギアンテナ程度はあるようです。これまで HF 帯でも何回か作ったことがありますが、簡単に作れる割に無調整でも vs.WR が低く、よく飛んでくれているので 3L くらいの性能はあると思います。作り方ですが、今回は移動用に作るので、写真のようにグラスファイバーの釣り竿に固定できるように考えました。3D プリンターで目玉クリップをつけれるような細長い板を2枚製作します。そしてエレメントの端をそれぞれ固定するような構造を考えました。これにより、使わないときは小さく束ねることができるので、リュックなどで簡単に持ち運びができます。また、グラスファイバーの釣り竿を持っていかなくても、木の枝に吊り下げて運用することも可能です。給電部は写真のように作りました。ここは BNC や M 型コネクターに変えていただきていても OK です。ただ、接続部は何度も移動していると断線する可能性があります。自己癒着テープなどでしっかり固定するか、このように 3D プリンターで固定してみると安心です。今回のアンテナの VSWR 特性です。無調整で使えるようなレベルになりました。中心周波数がずれていれば、エレメント長を調整してみると良いでしょう。次に完成した状態を動画でご覧ください。
動画はいかがだったでしょうか？簡単に組み立てられるのがお分かりいただけたと思います。このアンテナを持って高尾山に登って 144MHz FT8 を運用してみました。最初に前に動画で紹介した EFHW アンテナで運用して PSK リポートでどのくらいの信号で飛んでいたかを見たものが右の上の図になります。その後でアンテナを ZL スペシャルに交換して電波を出してみたのが下になります。赤色の dB がそれぞれの位置にあるアマチュア無線局で受信された CN レベルになります。右下の図で数字が白くになっている部分が新しく上書きされたデータ部分ですが、少しレベルが上がっているのがわかります。EFHW アンテナはダイポールアンテナとほぼ同じ利得なので、計算では6デシベル以上強くなると思いますが、ここではそこまでいきませんでした。実験の時にマストを持っていかなかったので、手で持って運用したことが悪かったのかもしれません。しかし、その後もこのアンテナを使って数回移動していますが、3L8 ボ相当は飛んでいる感じがします。最後に、このアンテナを畳んだ状態です。重さは 128g になりました。この重さで 3L 相当のビームアンテナがリュックに入れて持ち運べるのは嬉しいですね。製作も簡単なので、ぜひチャレンジしていただきたいです。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、高評価やチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。